今日が戦争66日目なのだ。ホルムズ海峡に米軍艦が突入した。イランは近づけば撃つと警告した。それでもトランプは動かしたのだ。ちょっと待って、停戦中に米軍が動いたの？それってイランが停戦を破る口実を与えることにならないかしら。今日はそのプロジェクト自由の全容を深掘りするのだ。停戦は本当に成り立っているのか、日本のエネルギーコストにどう直撃するか、全部答えが出るのだ。まずプロジェクト自由とは何かなのだ。トランプがトゥルースソーシャルに投稿した作戦名で、ホルムズ海峡で立ち往生している船を米軍が護衛して通過させる作戦なのだ。イランが2月末から実質的な封鎖を続けており、世界中の船が動けなくなっているのだ。イランが封鎖を続けているってことは、これって貿易上の人質みたいな状況じゃない。世界の石油の3分の1が通るルートよね。その通りなのだ。ホルムズ海峡は幅わずか33キロ。しかし世界の石油輸送量の約21% がここを通る。中東産原油を日本はほぼ 100% 依存している。つまりここが詰まると日本に石油が届かなくなるのだ。実際に国際海事機関によると、約2万人の船員が現在この危機で立ち往生しているのだ。2万人の船員が立ち往生。数字で聞くと想像できないけど、これって実際には何十隻ものタンカーが止まってるってことよね。UAE の沖でもタンカーが攻撃されたって記事にあったわ。そうなのだ。ミドルイーストアイによると、5月4日に UAE 沖でタンカーが飛翔体に撃たれたことが確認されているのだ。封鎖だけじゃなく、実際に船が攻撃されている。この状況でトランプがプロジェクト自由発動したのは、これ以上待てないという判断だったのだろうと思うのだ。これは実はホルムズだけの話じゃなく、日本のガソリン代と電気代に数字として跳ね返ってくる話なのだ。ちょっとわかりやすく言ってくれない？ホルムズが詰まると何が起きるか、私の日常に置き換えてほしいのよ。例えるなら、スーパーの搬入口が完全に封鎖された状態なのだ。店員はいる、商品の注文もある、でも物が届かない。だからじわじわ棚が空になっていく。ホルムズはまさに日本のエネルギー搬入口なのだ。ではプロジェクト自由の作戦の実態なのだ。米軍は航空機と地上部隊を動員し、海上護衛任務を開始したのだ。トランプはこれに世界中の国々が支援を求めたと述べており、妨害する者には強力に対応すると警告したのだ。注目すべきはドイツなのだ。ドイツ海軍の総会官フルダ・ガキールを出港し、地中海で待機しているのだ。ドイツも動いてるの？でもドイツって議会の承認がないと作戦に参加できないんじゃなかったかしら。地中海で待機っていうのはそういう意味ね。まさになのだ。 DW によると、フルダは NATO の北海バルト海作戦から離脱してホルムズ向け展開に備えているが、連邦議会の承認が必要なのだ。メルツ首相はトランプとの関係維持を優先すると発言しているが、議会がゴーサインを出すかは別の話なのだ。これは EU 内でも米軍の作戦に追随するかという亀裂を生んでいるのだ。一方のイランなのだ。議会安全保障委員会のイブラヒム・アジジは、米軍の接近は停戦違反だと X に投稿したのだ。さらにイランは議会でホルムズの通行を制限する法律を可決しようとしているのだ。つまり今後は法律としてホルムズを封鎖できるという状態を作り上げようとしているのだ。これが本当に通れば、護衛作戦は意味を失いかねないのだ。封鎖を法律にしちゃう？それはもう脅しとか警告じゃなくて、国際法で戦うってことじゃない。法律に従ってやっていますって言えるようにするわけで、それって米軍の護衛作戦を国際法違反に見せかける戦略かしら。鋭い分析なのだ。実は国際法的にはホルムズは無害通行権がある国際水域で、本来は封鎖できないのだ。でもイランは自国の主権的権利の範囲と主張する法律を作ることで、国際社会に先に手を出したのはアメリカだというナラティブを作る戦術と読めるのだ。 BBC とミドルイーストアイの報道を比べると、 BBC が米国の護衛は緊張緩和の試みと報じる一方、 MEE はイランの立場は正当だという論調の違いがあるのだ。ここまでの流れを一言でまとめると、米軍が護衛作戦を開始、イランは停戦違反と主張、ドイツは参加を迷っているという三つどもえの状況なのだ。この先の日本への影響、数字で話すのだ。日本への影響なのだ。まずエネルギーコストだが、原油価格は5月4日時点で WTI 換算で126ドル前後で推移しているのだ。この水準が続くと、日本国内のガソ
ソリン代は全国平均でリッター220円超えが続く計算になるのだ。普通車で月3000円前後の追加負担、軽自動車でも月2000円超になる試算が出るのだ。月3000円って聞くと少ないようで、年間にすれば3万6000円よ。車が必要な地方在住者にとっては家計に直撃する数字じゃない。特に一人暮らしや低所得世帯にとっては痛すぎるわ。電気代にも波及するのだ。日本の LNG 輸入の約8割は中東ルートに依存しており、ホルムズが長期封鎖されると代替ルートのコストが跳ね上がるのだ。電力会社は燃料費調整額を上乗せするため、標準家庭で月1500、2000円の値上げ圧力がかかる試算になるのだ。今年夏のエアコン需要期に重なればさらに深刻になるのだ。夏前にこれが続いてるとしたらかなりまずい話ね。でも日本の備蓄って90日分あるって言われてたんじゃないかしら。それでもやばいの？法定備蓄は90日分なのだ。でも民間在庫を含めた実質的な備蓄は70日を切るという試算があるのだ。今日で封鎖66日目。もし護衛作戦が失敗してさらに1、2週間止まれば実質的な余裕はほぼゼロになる計算なのだ。これが今日の話なのだ。ちょっと待って、私は一つ違う見方をしたいわ。トランプのプロジェクト自由って本当に船を助けるためだけなの？ここでアメリカが軍を動かせばイランに対して停戦条件の再交渉で優位に立てるっていう政治的計算もあるんじゃないかしら。船の護衛は名目で本当の目的は交渉カードじゃないの？その読みは鋭いのだ。LA ナシオンによるとイランはすでに14項目の対案をアメリカに送っており、保証と保証、5条件に交渉継続と述べているのだ。つまり停戦は今も交渉中の状態なのだ。米軍の護衛作戦は交渉を続けながら圧力をかけるという二面作戦の可能性があるという見立てはかなり現実的だと思うのだ。最初に停戦66日目に米軍が動いたという話をしたのだ。でも今わかるのは、これは単純な衝突リスクじゃなく、誰がホルムズのルールを決めるかという覇権争いの話なのだ。イランが法律で封鎖を合法化しようとしているのに対し、アメリカは実力で自由航行を守ろうとしている。この対立は停戦が続く限り解決しない構造的問題なのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。66と70なのだ。封鎖66日目、日本の実質備蓄70日。この差はたったの4日。今日この瞬間にも作戦の成否次第で日本のエネルギー安全保障が崖っぷちに立たされているのだ。プロジェクト自由が成功するか、あるいはイランとの武力衝突に発展するか、次の72時間が分岐点になるのだと思うのだ。4日しか余裕がないって本当に恐ろしい話だわ。みんなはこのプロジェクト自由成功すると思う？それとも失敗してもっと大きな衝突になると思う？コメント欄で教えてほしいわ。毎週月曜は週初マーケット展望をお届けするのだ。来週も世界のエネルギーと市場の最新動向をここで伝えるのだ。歴史的なのだ。これは1973年のオイルショック以来、日本が最もエネルギー危機に近づいている瞬間かもしれないのだ。明日はホルムズ護衛作戦72時間後の続報をお届けするのだ。チャンネル登録と高評価でお待ちいただければ嬉しいのだ。また明日なのだ。